こんにちは、会長です。今回はカルティエのサントス・ドゥ・カルティエを紹介しようと思っているんですが、とにかくこの時計、危険なんです。それはなぜか。会長は現行の高級時計の中でこのサントスがナンバーワンの傑作だと思っています。それゆえ、この時計を買ってしまうと他の時計の出番がなくなってしまいます。すべての時計をケースの肥やしにしてしまうという危険な力を持っているんです。こんなことを言うとただの煽り文句じゃないかと思う方いらっしゃるかもしれませんが、初めにお伝えします。実は会長、サントスを持っていまして、だいたいサントスつけてます。その上で実際に使ってみた結果を改めて言います。この時計、危険です。そんなサントスの魅力と注意点を余すことなくお伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。最初にこの時計の魅力をかいつまんで言うと、歴史あるモデル、秀逸なデザインで汎用性が高い、実用的なスペックということではないかと思います。そんなサントス・ドゥ・カルティエの魅力などをこの5つに分けてお話しします。まずはカルティエというブランドについて。カルティエはもうほとんどの方がご存知だと思いますが、1847年にフランスのパリで創業した老舗のジュエリーブランドです。王の宝石商であるがゆえに宝石商の王という言葉が有名ですが、実際に世界の王室御用達ブランドになっていて、世界5大ジュエラーの一つに数えられる超一流のハイブランドです。女子からするとカルティエというフレーズだけで気絶できます。ジュエラーと聞くとあくまで本業は宝飾品で時計はいまいちじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、カルティエの時計は他の多くのジュエラーのものと一味違うんです。その理由はサントスの歴史に関係しています。サントスは飛行家のサントス・デュモンがカルティエの3代目ルイ・カルティエに飛行機の操縦中に懐中時計で時間を確認することが難しいという不満を話したことがきっかけで1904年に誕生しました。この1904年に誕生したというのが実はすごくて、サントスは世界初の男性用腕時計と言われています。それまでにも軍用の腕時計はありましたが、懐中時計にベルトをつけたようなものだったそうです。サントスは軍用時計とは違ったケースとラグを一体化させた現在の腕時計とほぼ同じフォルムを備えていたため世界初と言われています。そして1911年にサントスは市販されました。このことも世界初です。このようにサントスは腕時計の中でもすごく歴史のあるモデルなんです。カルティエの時計は古くから製造されていたからこそ他のジュエラーのものとは一線を画すわけです。カルティエとサントスすげえんだわ。腕時計の歴史においてサントスがとても重要な時計であるというのはサントスの魅力の一つでしょう。さて次にサントスのデザインについて触れていこうと思いますが、サントスの最大の魅力はデザインだと思います。そしてこの秀逸なデザインのルーツは今お話ししたサントス・デュモンが大きく関係しています。サントス・デュモンは飛行家でありながら社交界の有名人でファッションリーダー的な存在だったそうです。ルイ・カルティエが作る時計はそんなサントス・デュモンに合うエレガントなものでなければなりませんでした。それだけでなく飛行に耐えうる実用性も兼ね備えていなければなりません。そうしてできたのがドレスとスポーツが融合したようなサントスのデザインです。さらにサントスの一番特徴的なデザインはベゼルにあるビスだと思いますが、これはサントス・デュモンが飛行家であったため飛行機のパーツをつなぐネジに由来しています。これらの要素は現行のサントスに引き継がれ、そして長い年月をかけて洗練されてきました。ローマ数字のインデックスや薄いケースなどのドレス要素がエレガントさを、やや太いベゼル、リューズガード、ビスモチーフがスポーティーさを感じさせてくれます。このデザインはドレスとスポーツのちょうど真ん中であって、この2つの要素が破綻せずにうまく融合しているように感じます。だからこそどんな場面でも使える汎用性があるんです。それは単にビジネスでもカジュアルでも使えるということだけでなく、幅広い年齢の人が使えるということでもあり、年を重ねても長く使えるデザインであるということも意味します。さらにデザインを細かく見ていくと、四角い形の中に曲線が多用されていて、丸みを帯びた角だけではなく、ラグの流れるようなラインやケース自体が湾曲しているところなど、この時計の中に多くの曲線を見つけることができます。これが堅牢さの中に柔らかな印象を与えていて、とてもいいデザインだと思います。
またケースはポリッシュとサテン仕上げが細かく組み合わせてあり、立体感のあるいい作りになっていると思います。特に光が当たった時に見せるポリッシュとサテンのコントラストが実にいいんです。そして2018年のモデルチェンジでベゼルの形状が上下に伸びました。これはオリジナルのサントスとは大きく変わってしまったところですが、ケースとブレスレットの一体感が生まれ、とてもいい変更だと感じます。ここまでデザインのことについて語ってみましたが、大事なことなのでもう一度言います。サントスのデザインめちゃくちゃいい。パリのエスプリを感じる最高のデザインだと思います。では次に機能について紹介したいと思います。サントスは機能の方も実用的なんです。防水性能は10気圧、対峙性能は1200ガウスもあります。10気圧防水であれば水仕事でつけていても問題ないので、日常生活で安心して使えるでしょう。また1200ガウスというのがどれくらいすごいかというと、最も身近な時期であるスマホのスピーカーの磁界が密着状態で200ガウスくらいなので、かなりの対峙性能と言えます。これはシリコン製の脱芯器を採用したことで実現しています。ムーブメント関連で言えば、これは自動巻きなんですが、マジッククリックというラチェット式の自動巻き機構が使われていて、この巻き上げ効率がとてもいいんです。このためデスクワークが多い方にも使いやすいものになっています。ちなみにサントスに搭載されているムーブメントはリシモングループのベースムーブメントになっていて、これと同じ設計のものがパネライなどで使用されています。サントスの使いやすいところはこれだけではないんです。サントスは金属ブレスレットだけでなく革ベルトも付属していて、気分によってスタイルを変えることができます。しかもクイックスイッチという機構によってワンタッチでベルトを交換できます。これはすごく良くて、ベルト交換が簡単にできて容易に雰囲気を変えられるというのは、幅広いシーンで使えるサントスをさらに魅力的にしています。さらに金属ブレスレットはスマートリンクという機構によって工具を使わずに簡単にコマ調整ができるので、めちゃくちゃ便利です。あとはこれは好き嫌いがあると思いますが、今回紹介しているサントスの MM サイズなんですが、日付表示がないんですよね。日付表示がないと時刻合わせがすごい楽なので、会長はこちらの方が好みです。サイズも程よく小さくて、なかなかこのサイズ感の時計ってないので、とてもいいと思います。次にメンテナンスについて。カルティエは2019年からカルティエケアというサービスを開始しています。これは従来2年間だった保証期間が8年になり、その間は故障の修理が無料で受けられるなどのサービスが受けられます。8年はでけえんだわ。ちなみにオーバーホールの料金は56,700円からです。最後にサントスの気になるところが6個ありますので、そのお話をしようと思います。まず1つ目がカルティエというブランド製です。これは人によりけりなんですが、会長はいい時計がしたいけど目立たずひっそりと楽しみたいというこっそり系自己満足派です。カルティエは多くの人が知っているハイブランドなので、そういう人にとっては目立ってしまってつけにくいのかなと思います。逆に誰でも知っているブランドがいいという人にとってはすごくいいと思います。2つ目はポリッシュされたベゼルです。これはデザインが効いていてすごくいいんですが、どうしても傷が目立ってしまいます。このベゼル、一段高くなっている上に湾曲しているので傷がつきやすいんですよ。サントスを1年間使用したレビュー動画を見ましたが、結構傷がついていて気になりました。会長は使っていれば使用感は仕方がないと思っていますが、それでもサントスのデザインはあのベゼルありきなので、使うときに注意が必要かもしれません。3つ目はパワーリザーブです。サントスはパワーリザーブが42時間なんです。最近の時計は70時間とかザラにあるので、そういったところと比較すると物足りないかなと思います。4つ目はコンプリートサービスです。カルティエのメンテナンスはコンプリートサービスというものを提供しているんですが、これが通常のオーバーホールとは違って中身のムーブメントを丸々交換してしまいます。新品になっていいという考えもありますが、同じものをケアして長く使うという機械式時計の醍醐味がないのが少し残念ではあります。これも人によりけりですけどね。5つ目はクイックスイッチです。工具なしでベルトの交換ができるというメリットがあるんですが、特殊な機能なので社外製のベルトがないというのがデメリットになっています。
ただ金属ブレスレットが良すぎてあまり革ベルトは使わないと思うので、会長的にはあまり気にしなくてもいいかなとは思っています。最後6つ目は価格です。この時計に限らずですが、値上げがすごいんだわ。数年前は70万円台で買えていたのが、今や100万円に迫る勢いですからね。こんなことを考えるとどの時計も買えなくなりますが、今となっては昔はすごくお買い得だったように思えます。ということで今回はサントス・ドゥ・カルティエを紹介してみました。最初にも言いましたが、会長は現行の時計の中でサントスがベストだと思っていますので、まだ見たことがないという方はぜひ一度お試しください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。